石破卸始まりましたね。財務省でも全国に勝ってるし、自民党この先どうなると思いますか？結構自民党強いと思いますよ。デモに、じゃあ1万人行ったとしても、所詮たった1万人なんですよ。有権者で行くと多分8000万人とかいるのかな、有権者。っていうのがいて、有権者8000万人のうち1万人がデモに行ってるって別に大して変わらない数なんですよ。誤差ですよね。ただまあ1万人が集まるのはすごいよねっていうので、自分たちが自己満足になってしまうんじゃないかと僕は思っていて、集まった1万人が反自民党ですって言って、自民党以外に票を入れますって言ってるんだったらいいんですよ。でも多分財務省デモに来てる人で普通に自民党に入れる人多いと思いますよ。パッと見た限り結構高齢者割合高かったんですよね、財務省でも。で、そうすると、前もなんか選挙戦の時に、住民税非課税世帯にお金を配りますってなったんですけど、住民税非課税世帯って高齢者多いんですよ。働いてないからね。っていう感じで、高齢者にお金を配るっていうのをやって、結果として財務省デモに行ってる高齢者の人たちも、財務省は嫌いだけど、お金配ってくれる自民党が好きって言って、自民党に投票するっていう、そういうパターンなんじゃないかなと思うんですけど、これね、何度も言ってるんですけど、政府がよろしくないよねっていうのって結果として誰が悪いのっていうと有権者が悪いなんですよ。財務省が良くないよねっていうのも誰が悪いかっていうと政府が財務省をそのままにしてるのが良くないですよ。財務省をそのままにしてるの誰なのっていうと政治家なんですよ。で政治家がなぜそのままにしてるかっていうと有権者が自民党公明党に投票し続けてるので自民党公明党は今まで通りのことをし続ける。今まで通りのことをし続けたら投票してもらえるんだったら政治家は今まで通りのことをするのが正解なんですよ。だって変える必要ないんだもん。変えなければ投票してもらえるから。なぜ与党なのかっていうと今まで通りのことをやってるから与党なんですよ。でそうするとこれは変えない方が与党で言いやすいんですよね。政府に文句を言うっていうのは結果として有権者の問題である。なので国民のレベルを超える政府のレベルというのは作れないし政府のレベルは国民のレベルによって決まる。至極当たり前のことなんですけどこれなんかね例えば石破首相を辞めろと言っている人結構多いんですけど石破首相を辞めろと言ってる人にじゃあ誰が首相になるべきなのかっていうのを言ってる人僕あんま見たことないんですよ。石破辞めろって多分ね検索するといっぱい書いてる人いると思うんですけどじゃあ石破辞めろ代わりに誰がなるべきなのっていうのを結局考えてなくて文句を言っているだけの人って無意味なんですよ。文句を言ってる人って文句を言ってすっきりしてそこで終わっちゃってるんですよ。でも本当に石破辞めさせたいと思うのであれば自民党公明党以外に投票しなければならないんですよ。投票しないということは投票行動は変わらないので自民党公明党が過半数のままです。なので主犯指名で勝った自民党の総裁である石破総裁が石破首相になります。なので石破首相を下ろしたいのであれば自民党公明党以外の政党を与党にするしかないんですよ。なので石破首相が嫌なので国民民主党に投票しますとか石破首相が嫌なので山本太郎さんに投票しますとか石破首相が嫌なので福島みずほに投票しますとかっていう石破を下ろしたいのであればそれは与党に投票すべきであるというのをセットにしなきゃいけないんですよ。文句を言うだけでなんとかなるだろうと考える人っていうのは実は自民党と公明党にとってプラスなんですよ。文句言おうぜ文句言おうぜって言って石破クソだ石破クズだ石破やめろって言ってるだけで投票行動が変わらない人たちっていうのは自民党にとってはプラスなんですよ。前に朝日新聞が間違ってるっていうのを僕ツイッターに書いたんですけど白票と無効票と投票に行かないは与党に対する投票と一緒です。与党が 51% 取りました。野党が 49% 取りました。俺白票俺無効票俺選挙行ってない。この人たちは 51% 分を与党に投票して 49% 分を野党に投票したのと同じ行為なんです。なので何かしらの文句があるのであればそれは投票行動の変化という形にしなければならない。でただ文句を言ってるだけとかただツイッターで書くだけというのは与党を応援している行為と一緒ですよ。当選者というのは必ず出るんですよ。自民党良くないよね公明党良くないよねっていうだけで選挙に行かないっていうのは自民党公明党に投票している行為と一緒なんですよ。で政治家って誰も信用できないよねだから俺は選挙行かないんです。これも自民党公明党に投票してるのと一緒なんです。当選者は必ず出さなければいけないのでなので自民党と公明党が信用できない政治家が信用できないのであれば又吉イエスに投票してください。なので僕は昔ずっと又吉イエスという政治家に投票し続けてきました。なので財務省を解体したいっていう人とか石破氏良くないとか政治家を信用できないよねって言ってる人は言ってる行動
とやってる行動はそれは自民党が公明党の得になってますよっていうのがわからないぐらいの人たちがやっているっていうのだと思うので、まあでもね、僕その頭の悪い人の行動を観察するのはそれだけで好きなんですよ。頭の悪い人ってこういう行動するんだみたいな。面白いんですけど、純真に頑張ってる人が損をするのはちょっとかわいそうだよねと思うので、本当に頑張りたいんだったらそっちは間違ってるよというのは一応助言としては言っとくんですけど、ただそれがひろゆきが言うことだから信用ならんと思うのであればもう全然それで構いません。間違った行動をして自民党と公明党が安泰の世の中を推し進めてくださいってなるんですけど、ひょっとしたら自分の行動間違ってるんじゃないかなと思う人がいれば一応聞いていただければ。リハックの2周年記念生放送の時に運営をやってる隣の社長の高橋さんが、地方創生、地方をなんとかしたい、地方の人たちは一生懸命頑張っていてなんとかなると思ってるから協力したい、でもその地方に移住する気がないって言ってたんですよ。コメント欄でそれ分かるって結構あったんですけど、で僕が思ってたのは、僕と一緒だと思ってたんですよ。僕は日本に住む気はないんですよ。でも日本の中で頑張ってる人もいるし、日本でやりようもあると思ってるので、なのでこうした方がいいよね、ああした方がいいよねとか、手伝える範囲だったら手伝うんですよ。でも日本に移住する気はない。僕が日本を変えられるとは思わないので、なので僕と僕の家族は安全な場所にいたい。もちろん欧州が危なくなったら日本に行きますよ。なので日本でもアメリカでもオーストラリアでも東南アジアでも安全だよねと思うところに住みたいと。でただ日本が良くなった方がいいよねとは思っているという対岸の舵のポジションなんですよね。高橋さんも同じようなことを言ってたっていうので、やっぱり対岸の舵ポジションっていうのはあんまり変わらないなっていう、言い方によるとね、高みの見物になるんですけど、手伝いはするけど主要なプレイヤーになる気はない。地方はそんなに頑張ってないよ。そうなんですよね。地方創生とかで地方にお金を配ったとしても、地方はどんどん廃れていくんですよね。地方にお金を配ると、国からお金を配ると、国からもらうお金で何とかしようという形になってしまって、その地方で産業を作ろう、雇用を作ろうってならないんですよ。結局地方がなぜうまくいかないのか、うまくいってる地方とうまくいってない地方の何の違いがあるかというと、産業があるかどうかだけなんですよ。消滅可能都市みたいな表現があると、で1100の自治体のうち9割ぐらいが消滅すると言われてるんですけど、消滅しなそうなところっていうのって、まず東京、大阪とかの100万人都市を抱えている政令指定都市で、それ以外は名古屋と原発処理施設があるところ、青森とかっていうので、基本的には人口が多いところは仕事があるからなんとかなるよね。名古屋はトヨタがあるからなんとかなるよね。原発処理施設があるところは国からお金が落ちるから雇用が生まれるよねっていうので、雇用を生む仕事と産業がある、福岡は100万人都市があるのでできるんですけど、雇用と生まれる産業がある地域だけはなんとかなるっていうのがもう答えなんですよ。なのでそうすると独自の産業と雇用が生まれるものを作れるかどうかなんですけど、国が地方創生だって言ってお金を配り続けたら、国からもらうお金を単に食って処理してお金をもらい続けるところだけになってしまうので、結果として産業が生まれなくなるんですよ。産業を生むということは給料が安くて土地の値段も安くて、そこに住んでる人たちが努力をしなきゃいけないんですよ。給料高いんだったら、じゃあその地域でやらないでもっと安いところに行くし、で土地が高いんだったらもっと土地が安いところに産業が生まれてしまうので、なので土地も安くて人件費も安い中で、その地域の人たちが努力をして作られるのが産業なんですよ。なのでそこでお金配っちゃうと、そういう努力をしないで単に国からお金がもらえるために、じゃあこれ作れって言われるから作ったらお金もらえるからこれ作りますとかっていうので、他と同じものが作られるんですよ。で国がお金を配る場合って平等性が必要なので、道の駅を作ったらお金配るよって言われるから日本中に道の駅を作るとか、工場を作ったらお金もらえるっていうからなんかわかんないけど工場を作るみたいな、同じような工場を作って結果としてどれも儲からないみたいな形になっちゃうんですよ。なのでその地域独自の、この地域でしか作れないものの産業を育てて、他で作れないから雇用が生まれてその地域の利益が増えるという形にしなきゃいけないので、国がお金を配るというのに頼ってる限り産業にはならないんですよね。地方創生って言って国がお金を配るっていう石破さんのやり方は僕は間違いだと思ってるんですよ。その先にこの地方独自の産業が生まれるよりは、むしろ地方独自の産業を潰す方向に行ってしまうので、なのでなかなか難しいよね、地方の産業を育てるとは難しいよねというふうに思ってるんですけど、でも日本はね、私立を無償化するみたいな感じでどんどん
ジャブジャブとお金を配るっていう形で、増税してお金を配るっていう民間の活力をどんどん削ぐ方向で動いてるので、なのでなかなか民間は難しいっていうのがあるので、お金を持ってる人が暮らすにはいい国なんですけどね、お金を稼ぐ労働者にとってはきついっていうのはあんまり変わらないんじゃないかなと思ってます。はい、選挙に行けと言われても応援したいと思う政党がなく、実際に政治家の方と討論してみたいのですが、一般市民が参加できるそんな機会イベントが見つかりません。なので一度選挙中の議員さんに直接話しかけて質問したところ、途中から僕の質問に対してずっと考えても分からなかったので、気まずくなってありがとうございましたと言ってその場を去りました。また、米山議員に X が絡んだところ、冷たくあしらわれさようならと言われました。何かいい方法がありますか？議論をしないでも、その人が政治家になった時に自分が得かどうかと考えればいいんじゃないかなと思います。例えば自民党の主要な支持層は80歳、立憲民主党の主要な支持層は80歳。なので、80代の人は自民党を支持すると多分幸せになります。っていう感じで、どういう政策、例えばじゃあ自分の年収がそんなに高くないのであれば、178番の壁、まだ上げてくれると手取りが増えるねっていうので国民民主党に投票するとか、もしくは生活保護万歳って言ってる共産党だったり、令和新選組に投票するだったりっていうので、政治家に投票するというより、この政策をやりたいと言っている政策ベースで政党に投票するという方が裏切られる可能性は少ないんじゃないかなと思いますけども。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。